皆さんこんにちは、プラぼっち研究所です。今回はマスターグレードサザビーバージョン過渡期のメカニカルクリアを組み立てレビューしていきます。プラぼっち研究所。改めましてこんにちは、プラぼっち研究所の所長です。今回作成していくキットはこちら、ガンダムベース限定のマスターグレードサザビーバージョン過渡期メカニカルクリアです。発売日は2025年5月24日で価格は9900円です。いやー、運よくガンダムベースの入場抽選が当たりましたので、今回のサザビーとニューガンダムを購入できました。こちらのサザビーのメカニカルクリアは過去にもガンプラエキスポで販売されていたことがあるらしいですが、パッケージが違いますね。それでは早速開封していきましょう。オープン。おー、美しい。ガラスみたいですね。ランナーの袋を机に出してみると、このくらいの物量。前に組んだマスターグレードのガンダムビダールの倍ぐらいあるんじゃないですかね。ランナーも取り出していきますよ。机に並べるとこんな感じ。ランナー驚異の31枚。私が今まで組んだキットの中で抜群に数が多いですね。やっば。これ組み出したらしばらく動画作れなくなっちゃうんじゃないかという恐怖が押し寄せています。それにしてもクリアの透明感が美しい。マスターグレードなのでパーツによっては組み立て後の裏側になる面にもしっかりとディティールが入っています。通常カラーだと隠れてしまいそうなこの内部フレームのパーツも透けて見えるんですかね。そしてバージョン過渡期おなじみのみちみちの水転写デカールももちろん付属してますよ。おなじみって言ったけどバージョン過渡期に触れるのは今回が初めてです。そして説明書がめちゃ分厚い。ちらっとだけめくると機体の説明が書いてあります。後で一人で楽しみます。それでは早速パーツをカットしながら組んでいきますよ。使用ツールはタミヤの先細薄刃ニッパーです。薄刃なので狭いところも切りやすくておすすめです。パーツから少し離れたところを切っていきます。続いてパーツに残ったバリの切り取り、2度切りを行います。使用ツールは謎の中国メーカーの片刃ニッパーです。毎回これを見るたびに思うけど、このメーカーの読み方何なんでしょうかね。パーツにあてがって刃を閉じるとニュッと切れます。片刃ニッパーといえばゴッドハンドのアルティメットニッパーが有名ですが、こちらでも問題なく使えています。でもアルティメットニッパー憧れますね。こいつが壊れたらお世話になろうと思っています。そして問題なのがこちらのクリアパーツ。切り口が白くなって結構目立っちゃうんですよね。そんな時に活躍するのがこちら、ガラスヤスリです。こちらは100均で買った爪を磨く用なんですが、こちらで磨いていくと切り口がより目立たなくなります。まだちょっと跡が見えるけど、次の塗装編の時に綺麗にします。まあいつになるかわからんけど。さあ、まずは胸部を組み立てていきます。ちょっと余談にはなりますが、先日チャンネル登録者数が500人を突破しました。いやー、めでたいですね。キリのいい数字を超えるのはやっぱり嬉しいです。登録者を伸ばしていきたいという気持ちもあるのですが、プラモデル作りと動画作り楽しいって気持ちでやってます。数字を追い求めるのって疲れますしね。でも次は収益化ラインの登録者数1000人を目指してやっていきますよ。その収益でチャンネル機材を強化していきたいですね。そんなこんなで胸部完成。すげえ、中が見えます。ここも開くのかな。取れちゃいました。どうやら少し開くだけみたいですね。内部パーツにもガンメタ色とシルバー色の2色があるのがかっこいいですね。腰のパイプは向きを間違えたりパーツがどっか行ったりして大変でした。続いて頭部を組み立てていきます。今回は素組みなので2度切りだけでヤスリがけは気になるところだけでいいかなと思っていたのですが、自分の性分なのか気になるところが多すぎてクリアパーツのほとんどはヤスリがけをしちゃいましたね。はい、頭部パーツ完成です。甲冑の鎧みたいでめっちゃこのデザイン好きなんですよね。こちらもパーツの裏側のディティールが透けて見えるのが面白いですね。続いて腕部、腕を組んでいきます。マスターグレードは今回で2体目なのですが、先にフレームを組み立てて後から外装をつけていくっていう工程が楽しいですね。
実際に工業製品を作っている気分になれます。はい、腕部、腕の完成です。二重関節でしっかり曲がります。内部に部品がパンパンに詰まっているのが透けて見える感じがたまらなくいいです。このシリンダーギミックもめっちゃ好き。以前のマスターグレードガンダムビダールの時もこのシリンダーのギミックありましたね。手や指のパーツも作っていきましょう。このランナーすごっ。これ切り取ったら指の関節で動くってことですよね。うわーやべえ、動く。リアルグレードのアドバンスド MS ジョイントってことですかね。ピースもできます。続いて肩を作ります。ちょっとこの辺りからヤスリがけはほどほどにしています。塗装前の未来の自分に託します。はい、肩完成。内部のガンメタとシルバーのバランスが良きですね。ここがこう開きます。かっけえ。続いて腰部を作ります。さあ、あと腰と足だけですよ。あとバックパックと武器もありましたね。余談ですがゲームボーイはクリアパープル派です。はい、腰部完成。ごっついですね。これクリアカラーだからこんだけ中身見えてるけど、通常カラーだと隠れちゃうんですよね。一応こういう展開ギミックがありますが、クリアカラーだと展開せずとも内部フレームが観察できて面白いです。お尻の方の展開ギミックがすごい。これ結構パーツが擦れるから塗装したら簡単にはできなさそうですね。続いて脚部。私足フェチでして、いやガンプラの足の話ですよ。ガンプラの脚部ってバンダイの技術がみちみちに詰まっててめっちゃ組み立てるの好きなんですよ。特にこのサザビーはもうパーツ数がとても多い。そしてクリアパーツの外装がパズルのように組み合わさってて、うまくはめ込まれると気持ちよすぎて脳汁出ました。はい、脚部完成。でっか。そしてめっちゃ重たい。関節を曲げると膝がニュッと動きます。そしてここにもシリンダーがたまらん。内部構造が複雑すぎてこれずっと見てられますね。続いてバックパック。6個のファンネルも一緒に組み立てるので同じようなパーツを切り取っていきます。これらのパーツがこう。そしてセット。はい、バックパックも完成。いつの間にか親指も怪我しました。ファンネルのパーツめっちゃ細かい作りしてるけどほとんど隠れちゃいます。続いてシールド。はい、こちらはもう作っちゃいました。皆さんも早く完成状態が見たいと思いますのでね。クリアのパネルが重なり合ってクリスタルって感じです。最後に武器。こちらはクリアパーツだけの組み立てです。ビームショットライフルとロングレンジライフルの2つがあります。ビームソードはクリアグリーンの柔らかいパーツです。シャアのコックピット状態のパーツも組み立てました。こちらは搭載できなくて飾っておく用のやつです。なんかジュラシックワールドに出てきた乗り物みたいですね。はい、各部位を並べてみました。どうですか？なんかガラス製品みたいですね。それでは組み立てましょう。肩アーマーを腕に取り付け、胸部と腕部を接続、腰部と脚部を接続、バックパックを取り付け、上半身と下半身をドッキング、ジャキーン。頭部パーツを取り付けたらマスターグレードサザビーバージョン過渡期メカニカルクリアの完成です。プラぼっち研究所。いやーかっこよすぎるだろこれ。クリアカラーって変に内部構造が見えすぎて安っぽく見えるような感じがして今まで遠ざけてたんですけど、このサザビーはむしろクリアの方がかっこいいんじゃないかと思わせますね。いやー通常カラーは持ってないんですけどね。サイズの比較としてリアルグレードのサザビーを並べてみるとこんな感じ。リアルグレードの 1.5 倍ぐらいの大きさですね。ハイグレードのジークアクスも置いてみるとジークアクス非常に小さい。そしてバージョン過渡期には展開のギミックがありまして、開くとこんな感じ。クリアだと展開しなくても内部フレームとかが観察できるから展開しなくても満足感は高いですね。ロングレンジのライフルはつけると重さでハンドパーツがポロリしてしまったので取り付け断念です。
この素組みの後に塗装も行おうと意気込んでいたのですが、ちょっと組み立て作業が重かったので別のキットを挟んでから塗装は行おうと思います。フレームをバチバチに塗装して外装のクリアはいろいろとあれこれやって透明度を上げていこうかなとは思っております。それではこの動画が良かった、今後の作品も見てみたいよと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。世界の皆様のおすすめに出てきやすくなり、私の励みにもなります。また制作状況や近況は X、Twitter でもつぶやいておりますので、気になる方はチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。